江戸時代、暦は幕府が出すものでした。日食や月食がいつ起きるかもその暦に書いてあります。1763年、その暦に9月の日食が載っていませんでした。そしてその日食を町の民間の天文家たちは予測していました。幕府の暦より町の学者の方が当てた。30年余り後の寛政9年、幕府は暦を改めます。翌年から新しい暦が使われ始めました。その年の11月、部分月食が起きます。新しい暦の予測より実際の月食は時刻にして7分遅れました。7分、ずいぶん当たっているような気がしますけど。その通りです。この新しい暦が月の位置を出す精度は時間にすると10分弱だったと見られています。7分の遅れはこの暦の実力の範囲内でした。つまり暦は壊れていません。それまでの暦に比べればずっと精密でした。それでもこの暦を作った当人が満足しませんでした。幕府天文方高橋義時。暦を作るというのは天体の動きを計算することです。その計算にはいくつもの数字がいります。そのうちの一つが地球の大きさでした。この頃の日本の天文方は地球が丸いことを前提に計算しています。西洋の天文学はオランダ語の書物を通じて入ってきていました。けれどその玉がどれくらい大きいのかは日本の側で測った数字がありませんでした。ではどうやって測るのか。北へ進むと北極星は少しずつ高く見えます。その高さの差が緯度の差です。緯度が1度分変わるまでに地面を何里歩いたか、それが分かれば360をかけて地球一周の長さが出る。知らなかった。歩いた距離で地球の大きさが出るんですか。実際に歩いたのは義時の弟子でした。なお伊能忠敬と言います。忠敬はまず江戸の中で試しています。深川の自宅と浅草の暦局の間、緯度の差にしておよそ1分半。今の単位で言えば3キロに足りないほどの距離です。そこを補足して数字を出しました。死の答えはこうだったと伝えられています。深川と暦局の間では近すぎる。蝦夷地くらいまで測れば信頼できる値になるだろう。いきなり蝦夷地じゃなくて家の近所で先に試してたんですね。同じ頃、幕府は北の海を気にしていました。寛政10年、近藤重蔵らが択捉島に渡り、大日本択捉府と書いた標柱を立てています。翌年、東蝦夷地は幕府の直轄になりました。幕府が欲しかったのは蝦夷地の地図。義時と忠敬が知りたかったのは緯度1度の長さ。望んでいたものは別でした。その2つを義時が書いた1枚の願書が束ねます。地図を作りながら同時に各地の緯度を調べる。忠敬が家督を息子に譲って隠居したのは51歳。下総の国佐原で造り酒屋を継ぎ名主も務めた人です。隠居して江戸に出て義時に弟子入りしました。義時は19歳、年下です。50を過ぎた隠居がなぜ19も年下の学者のところへ行ったのか。改暦をやれる人間が幕府の中にいませんでした。
だから幕府は大阪にいた民間の天文家義時を呼び寄せます。それは公にされていない話でした。そして忠敬が江戸へ出てきたのは義時が江戸に着いたその翌月です。妻の父を通じてその話を早くから知っていたのではないか、そう考えられています。知っていたから弟子入りできたのではありません。知っていたから江戸へ出て来たところへ押しかけたということになります。それから5年、力学と天文を学びました。歩き出したのは56歳。店を畳んでから歩き出すまでに5年かけています。そして第一次測量は自分の費用で始まっています。しかも自腹？よっぽど知りたかったんですね。寛政12年うるう4月19日、深川を立ちます。その日の天気が書いてあります。この日、朝より小雨、昼後に止む。朝から小雨、昼を過ぎて止んだ。そして出がけに一軒寄っています。浅草支天台へ立ち寄り、高橋先生にて御酒を賜う。浅草の天文台によって高橋先生に酒をもらった。5年学んだ相手です。そしてこの旅を成り立たせた願書を書いた人です。一杯もらってから出たんですね。歩きながら何を測っていたのか。距離は両停車。押して歩くと車輪の回転が歯車に伝わって進んだ距離が数字で出ます。方角は杖の先につけた方位盤、腕か羅針。忠敬が最もよく使った道具の一つです。そして夜。この世、測量。この3文字が日記の中で何度も出てきます。歩いて、着いて、宿を取って、そして夜、星の高さを測る。昼に歩いた距離、夜に測った緯度。その2つが地球の大きさを出すための2つの数字でした。昼は歩いて、夜は星。いつ寝ていたんでしょう。日記に書いてあるのは天気と宿と歩いた距離と星の高さ。それは感想を書かなかったのではなく、測量の記録だったということです。道中、村々にはこういう書きつけが回されています。右の心得にて私祝並び人馬等取り計らいたもうべく候。以上、去る9月22日、伊能影湯。宿と人と馬を手配してほしい。幕府の御用としてそう通達しています。費用は自分で出しながら御用という名は背負っていた。願書が通っていたからです。一行は北へ進み、本州の北の端民馬屋に着きます。ここから船で海を渡る予定でした。風が悪く船は8日間出ませんでした。歩いて地球の大きさを測ろうとした人が海の前で止まりました。歩けないんですね、ここだけは。渡れたのは5月19日、津軽藩の御用船でした。ただし着いた場所は行くつもりだったところではありません。目指していたのは函館。けれど風に流されて船が着いたのは吉岡、今の北海道福島町です。一行はそこから函館まで船で行こうとして、翌朝10時頃まで風向きが変わるのを待ちました。変わりませんでした。そこで諦めて陸路を測量しながら進むことにします。蝦夷地の測量は行くつもりのなかった場所から始まりました。忠敬は後日長男への手紙にその場所をこう書いています。吉岡と申す川西。10月21日、江戸着。その年の秋、江戸へ帰り着きました。
歩いた道は線になります。最初に測量して作った実測図です。ここで、へーのお時間です。今見ていただいた測量日記28冊。実は聖書なんです。現地でその日のうちに書いた日記は別にあります。伊能忠敬先生日記51冊。世に知られ読まれてきたのは聖書の方。歩きながら書かれた紙は別の名前で別に残っています。忠敬はこの後17年歩き続けました。歩いた道は線になり、線は日本の形になりました。その全部をこの人は見ていません。亡くなったのが文政元年。大日本宴会予知全図が幕府に差し出されたのはその3年後でした。この地図はその後思いがけないところまで行きます。幕末日本を測りに来た英国の軍艦が伊能図の写しを持ち帰りました。それは今も経度0度の町グリニッジの国立海事博物館にあります。イギリスまで歩いた線が海を渡ったんですね。そして日本には3つの墓が並んでいます。高橋義時、壊れていない暦に満足せず地球の大きさを測りに行かせた人。伊能忠敬、56歳から17年歩いた人。そしてもう一つは高橋景康、義時の長男です。景康は父の死後20歳で天文方を継ぎました。忠敬の測量を監督し支え続けます。後に来日した外国人に伊能図を渡したことを問われ、牢の中で亡くなりました。師が言い出し、弟子が歩き、師の子が支えて、その地図で死んだ。3つの墓は今も並んでいます。次の1枚を探しに行きます。チャンネル登録とこの動画の高評価がその力になります。どうぞよろしくお願いいたします。